のささやきの朗読や霊園の管理を頼まれたのは友人の代理だった。平日の朝だけ区画をざっと見回り、枯れた花や倒れた供物を整理しておく程度の軽い仕事。空気は冷え、落ち葉は湿り、霊園は一年で最も静かな季節に入っていた。その日もいつもと変わらないはずだった。金属の門を押し開けると、霊園の奥へ続く参道が薄い霧に包まれていた。湿った砂利が靴にまとわりつき、歩くたびに細かな音を立てる。小さな鳥の声が時折するだけで、人の気配は全くない。担当区画に入ると、一つだけ色の濃いものが目に入った。花束だ。真新しい百合と菊が教科台の中央に置かれている。だが、おかしい。昨日は誰の墓にも聖火はなかった。管理表にも教科予定の記録はないし、そもそもこの霊園では早朝に花を置きに来る人はまずいない。誰が置いたんだ？近づくと花びらが濡れていた。雨は降っていない。霧の量も花を濡らすほどではない。水滴は生々しく、触れれば指に冷気が刺さるほどだった。軽く片付けようと手を伸ばした瞬間、胸の奥に違和感が生まれた。この花束、向きが変だ。聖火は通常正面に向けて置くものだが、この花束は墓碑ではなく真横の空き地の方向へ向けられていた。まるで誰もいないはずの空間に捧げられているように。俺は嫌な予感がして花束を教科台から下ろし、区画内にある掃除用の棚へ一時的に移した。濡れた花が冷たい音を立てて棚に触れた。振り返った瞬間、心臓が跳ねた。教科台の上に同じ花束が戻っていた。落としたはずの水滴まで全く同じ位置で光っている。棚に置いたはずなのに、台の中央にぬらりと横たわっていた。棚を確認すると、そこは空だった。確かに置いた。花束の重みも手に残った冷気も覚えている。息が詰まり、喉が引きつる。花束はさっきよりわずかに角度を変えて、再び空き地の方向を向いていた。風もない。誰もいない。墓石の列が静まり返ったまま、その花束だけが不気味に時間を刻んでいるようだった。なんだよこれ。俺は再び
台から下ろし、今度は霊園の管理棟近くまで持っていくことにした。腕の中で花束が揺れ、白い花びらが一つ落ちた。管理棟の扉に手をかけたところで、背後で砂利の音がした。振り返ると、参道の上にまた同じ花束が置かれていた。さっきよりずっと自分に近い位置に。その花束も空き地の方向を向いていた。参道に置かれた花束は先ほどより白さが増したように見えた。朝の光が弱々しく差し込み、花びらだけが浮いているような不自然な明るさを放っていた。まるでそこだけ別の時間を生きているようだった。腕の中に抱えていた花束と同じもの。濡れた質感まで一致している。ありえないだろう。そうつぶやきながら後ずさると、背中のあたりで冷たい霧が一段と濃くなった。振り向けば参道の両脇に並ぶ墓石がぼんやり揺れるように霞んでいる。そのすべてが空き地の方角に向かっているように感じられた。花束をこのまま放置するわけにもいかず、今度は霊園の外へ出て、門の手前にある石畳の上へ置くことにした。霊園の敷地外なら勝手に戻ることもないはずだ。俺は門を閉め、鍵をかけ、深く息をつく。霊園の空気から離れると、胸の重さが少しだけ抜けた。花束は門の外、灰色の石の上に静かに横たわっている。これで終わりにしたいんだけどな。そうつぶやいた後、管理棟へ戻るため、門に背を向けて歩き始めた。その時、靴底に違和感が走った。地面がわずかに湿っている。霧のせいだろうと気にせず歩こうとしたが、次の一歩でぐじゅっと音がした。朝露にしては重すぎる湿り気。足首まで吸い込まれるような感触。嫌な予感がして視線を落とすと、靴の周囲だけ水ではなく細く濁った泥が滲んでいた。その泥が参道の奥、花束が向けられていた空き地の方向から伸びてきている。背筋を冷たい指で締め付けられたようになった。泥の細い筋はゆっくりと這い寄り、まるで花束を返せと言っているかのように門へ向かって伸び続けていた。俺は嫌になって振り返った。門の外に置いたはずのあの花束が消えていた。石畳は空っぽで、落ちた花びらすら残ってはいない。ただ門の前には
濁った泥が点々と続き、まるで誰かが自力で戻ってきたかのような跡になっていた。嘘だろ。恐怖が喉に張り付き、声にならなかった。その瞬間、参道の奥、花束が向いていた空き地の方角から、かすかな濡れた音がした。何か重いものが湿った土の上に落ちたような音。誰もいないはずの区画から、その音は確かにこちらへ近づいてきていた。そして門の足元に濡れた花束が置かれていた。向きはやはり空き地の方角。どんなに話しても花束は必ず戻ってきて同じ場所を向く。俺はその向きに理由があることをこの時はまだ知らなかった。門の前に戻ってきた花束は先ほどより湿り気を増していた。花びらは重たく垂れ下がり、白いはずの色が土の濁りを吸い込んだようにくすんでいる。触れなくてもわかる。これはもう誰かが置いた花ではない。花束が向いている空き地を見ると、薄い霧がわだかまり、地面だけが黒く沈んでいた。普段なら雑草がまばらに生えているはずの区画なのに、その日は土が波打つように柔らかく見えた。胸がひりつき、目を背けたくなる。だが、花束は何度話しても、その場所を向き続け、まるで、ここを見ろ、と命じているようだった。観念して、一歩だけ空き地へ近づくと、湿った土が呼吸をするように膨らんだ。泥の奥で、ぬちっと何かが押し返してくる音。その瞬間、土の表面がわずかに裂け、そこから細い指のようなものが覗いた。泥をゆっくり探るように開け閉めを繰り返している。埋まってるのか。言葉が震え、喉が渇いた。ここは誰の墓でもないはずだった。それなのに土の下で何かがうごめいている。その気配は人の体温ではなく、土に染み込んだ残り物の気配のように冷たかった。恐怖に足がすくんだ瞬間、門の前に置いていたはずの花束が気づけば俺のすぐ横に立っていた。誰も持っていないのに濡れた茎から土がポタポタと落ちている。そしてその花束の先端が指し示すように空き地の一点を向けていた。そこを見ると泥の裂け目の奥で顔のような凹凸が浮き上がりかけていた。目のくぼみのようなへこみ、頬の影。だが人の形としてはあまりにも崩れ、まるで土が記憶してしまった
誰かの痕跡だけが残っているようだった。その瞬間、土の下からはっきりと耳元でこう聞こえた。返して。声ではない。泥がすれ合う湿った振動が言葉の形をとって耳の奥に残った。まともに息ができなくなり、反射的に後ろへ跳ねるように逃げ出した。山道を駆け抜け、門を叩き開け、車に飛び乗って霊園を離れた。それ以来、後遺症のように一つだけおかしなことが続いている。家にいても、駅を歩いていても、ガラスや鏡に映る自分の肩あたりに花束が立っている影が見える。実体はない。だが影だけは俺の横に寄り添うように揺れている。そして影は毎回決まった方角を向く。霊園のあの空き地の方角。花束が示していた答えはまだ終わっていない。霊園に着いたのは空がまだ群青色のままの時間だった。駐車場の照明だけがぼんやりと地面を照らし、吐く息が白く浮かんだ。夜明け前の霊園は人の姿どころか物音すらなく、世界から切り離されたような静けさがあった。山道を進むと砂利が靴底で細かく割れるような音を立て、その響きが妙に遅れて耳に返ってきた。誰かの足音を吸い込んだ後で遅れて吐き出すような響き方だった。角を曲がった時だった。視界の奥、墓石が整然と並ぶ区画の前に人の列ができていた。薄い朝の光に染まりながら、十数人ほどが墓の前にきちんと並び、まるで開門を待つように静かに立っていた。不思議だったのは、誰一人として微動だにしないことだった。首も肩もわずかに揺れる呼吸すら見えなかった。全員が同じ方向に向かって立ち尽くし、ひたすら一点を見続けている。こんな時間に法事でもあるのかな。そう思ったが、列の先にある墓には花も明かりの跡もなく、人が集まる理由がなかった。なのに全員同じ姿勢で黙ったまま立っている。俺はそのまま通り過ぎようと横を歩いた瞬間、ゾクリとした。誰も息をしていない。近くを通っても体温の気配がなく、霊園の霊気と同じ温度のまま沈んでいるようだった。肌が泡立つのを抑えられず、足を速めようとした。その時だ。列の最後尾にいた女性の肩がわずかに
こちらへ傾いた。振り返りかけたが、怖くて視線を合わせられなかった。けれど確かに布ずれの音もなく、彼女の体だけが不自然にこちら側へ傾いたのを見た。息が浅くなる。歩幅を大きくし、彼らの視界から逃れるように別の区画へと足を向けた。だが砂利道に自分の足音が落ちるたびに、その後ろに必ずもう一つの音が重なった。まるで列の誰かがついてきているように。胸の奥で冷たいものが膨らみ始め、振り返る勇気を奪っていった。背後に重なる足音を無視しようと、早歩きで区画の奥へ進んだ。霊園の空気はまだ冷え切っていて、胸に入る息が薄い。肩越しに視線を向けたい衝動が何度もこみ上げたが、もしあの列の誰かがすぐ後ろにいたらと思うと、首を動かすことすらできなかった。砂利道は広いのに、足音は常に一歩だけ遅れてついてくる。決して追いつくことはなく、離れることもなく、一定の間隔を保ったまま。その規則性がかえって人間らしさを失わせていた。やがて墓石が密集する区画へ差し掛かり、周囲はさらに暗くなった。夜明けが近いのに、ここだけ時間が巻き戻ったように影が濃い。並んだ墓石の隙間から湿った空気がまとわりついてくる。足音はまだ続いている。やめてくれよ。声にならないほどの息が漏れた瞬間、背後の足音がピタリと止んだ。まるで言葉を待っていたかのように。胸が跳ね、全身の筋肉が縮んだ。止まった理由がただの偶然には思えなかった。逃げるように右へ折れると、さらに狭い通路へ入り込んだ。その時、視界の端を何かが横切った。墓石と墓石の間を白い何かが滑るように移動をした。人影とは言い難く、形も曖昧で、衣服のシルエットもわからない。ただ、白い体温のない塊が地面すれすれに漂っていた。息が止まり、足が勝手に後ずさった。さらに奥に目を向けると、白い塊が一つまた一つと墓石の影から列をなすように立ち上がっていく。さっきの列とは別に。その並び方はさっき見た人々の列と寸分たがわなかった。違うのは、こちらの列には顔が一つもないことだけだ。胸の奥で熱いものが跳ね、足が震えた。遠くでカラスが鳴き、霊園の空気が
一瞬だけ動いた。その拍子に白い影たちの列がかすかに揺れ、全員が同じ角度、同じ深さでこちらへ向きを変えた。視界がかすみ、喉が詰まる。なんで俺の方を見るんだよ。かすれた声を漏らした瞬間、列の先頭にいた白い影がわずかに前へ踏み出した。音はなく、足跡も残らない。しかし確かに自分へ向かって進み始めた。逃げないといけないのに体が動かない。胸の奥に冷たい重さがのしかかり、視界がぐらりと傾いた。次の瞬間、背後で砂利が弾ける音がした。さっきのもう一つの足音が復活した。白い影の列と背後の足音、どちらも俺を挟むように近づいてきていた。背後の足音と正面から迫る白い列、どちらも等間隔で近づいてきて、逃げ道を削るように音と気配が重なっていく。肺の奥が痛み、息を吸うたびに胸が重く沈んだ。助けてくれ。誰に向けたのかもわからない言葉が漏れた瞬間、白い影の列が全員一斉に首だけを傾けた。体は動かず、首だけが横に倒れ、まるで墓碑に刻まれた日付を読むようにこちらを覗き込んでいるようだった。逃げる以外に選択肢はなかった。足を無理やり前に出した瞬間、背後の足音が自分の歩幅に合わせて速くなった。あの遅れてついてくる足音が今はゆっくりさを詰めてくるようになっている。墓石の影が続く細い通路を抜け、開けた区画へ飛び出すと、夜が明け、光がようやく霊園の端ににじみ始めていた。薄い金色の光が地面を照らし、その明るさにようやく生き返るような気がした。だが光に照らされた地面に自分の影が二つ落ちていた。片方は自分の姿、もう片方はひどく細長く、首の位置だけが不自然に折れ曲がった影。背筋が凍り、振り返れなかった。影だけが光に合わせてゆっくりこちらへ伸びてくる。足を動かさなければ触られる距離だった。俺は震える膝で走り出し、霊園の入り口までもう少しのところで影が地面からふっと消えた。同時に背後の足音も途切れ、世界が急に静かになった。霊園の外に出た瞬間、視界の隅にだけ細長い影がまだ残っているのが見えた。
それは光の角度とは無関係に俺の歩く方向へゆっくりと寄り添うようについてきていた。その後の数日、影はどこにでも現れた。ビルのガラス、エレベーターの鏡、地面に落ちた夕日の影。どんな光でも必ず首の折れた第二の影が俺の横に立った。病院にも行ったが異常はなし。だが影だけは毎日ついてくる。濃い日もあれば薄い日もある。時には影が俺の動きより先に揺れることもある。そして今日、部屋の電気を消した瞬間、窓に映った自分の影が一つだけ揺れた。首を傾け、霊園の列と同じ角度で、まるでまだ終わっていないと告げるように。今も画面の端でもう一つの影がこちらを覗いている。